ハローチュ、今日はですね、アドリブフレーズ紹介シリーズということでね、メイシオ・パーカーのザ・チキンから、もう、超ドファンクのフレーズ、こちらをね、ちょっとシェア発表しようと思います。はい、ということでね、もう私の大好きなメイシオ・パーカー先生ですよ。私の音楽の、ルーツでもあるんじゃないかなと思うくらい、ちょっと大好きなサックスプレイヤーのうちの一人なんですけれども、メイシオ・パーカー先生がね吹いたチキンの、フレーズ、こちらについてね紹介していこうじゃないかという、そんな動画でございますね。ということでね、一旦ねお聞きいただきましょう。音源の1分51秒のところから、今日は、ちょっと紹介させていただこうかと思いますので、一旦ちょっとね楽譜もちょっと載せますんで、こちらと照らし合わせてちょっとご覧いただければなと思います。それでは行きましょう。はい、いかがでしたでしょうか。めっちゃかっこいいですね、やっぱりね。私のその好きなポイントなんですけど、やっぱり難しいフレーズを全然吹いてないんですよ。これ褒めてるんですよ。褒めてるんですけど、めっちゃ IQ 低いフレーズなんですよね。もうこれなんかディスってるようにしかちょっと聞こえないかもしれないですけど、褒めてるんですけど、むっちゃなんかこのコードに対して何度の音でグワーみたいなんじゃなくて、もうすごく単純なフレーズなんですけど、なんかむっちゃ乗ってしまうじゃないですか。もうこう、イエーイみたいな感じでね。いやもうね、そういうのが絶対やっぱ大事だなって思ってますので、そんな感じの動画でございます。では行きましょう。どうぞ。はい、お待たせしました。ということでね、早速、今回のね、フレーズをちょっと吹いていこうかなと思います。ちょっとね、ゆっくりのスピードで、まずはちょっと吹いてみようかなと思うんですけど、ちょっとこちらで、ちょっと見てください。これが楽譜でございますね。じゃあちょっと、吹いてみます。めちゃくちゃかっこいいですね。これはね、じゃあまず理論の方をね、少しだけ、言っていこうかなというんですけども、理論っていうとね、なんかすごい賢そうな感じがすると思うんですけど、そんな別に賢い話でもないんですけど、このフレーズで使ってる、スケールは、G マイナーのブルーノートスケールと G メジャーのペンタトニックスケールなんですよね。私のね、初期の動画ではね、こうやってね、ペンタトニック一発でいけるみたいなね、ことをね、言っておりましたけれども、懐かしいですね。そんな時代もあったねということで、この曲っていうのはね、まさにね、ドファンクの、曲ですから、こういう曲こそ、こういうペンタトニックスケール一発でアドリブするとかね、するとね、ちょうどなんかこう、いい感じにね、決まるんですよね。ということで、ちょっと、ちょっとおさらいというかね、G マイナーのブルーノートスケールは、はい、こんな感じですね。で、G メジャーのペンタトニックスケールは、ちょっとね、お前楽譜通りに吹いてへんやんけってなるかもしれないですけど、ちょっとそこはなんか、そういうもんなんで。じゃあ、このスケールを、どこで使っているのかという、お話でございますけれども、ちょっとこういう感じですね。最初の部分は、ブルーノートスケールですね。ここまでね、ちょっと勢いでつい吹きそうになりましたけど、ここまでが、ブルーノートスケールですね。次が、
まあまあまあ、最後の方はちょっと違うかな。どうかな。まあ、若干ちょっと違うかもしれないですけど、まあこの辺ぐらいが、まあ、G メジャーのペンタトニックスケールということですね。ね、使ってるっしょ。前、トニック、サブドミナントみたいな話をしたと思うんですけども、この曲は別にそんな251がふんだんに使われてるわけではないんですけど、やっぱり、G7 って来てて、次 C7 ってなってるわけじゃないですか。で、最後のフレーズですよね。で、これね、C7 の一発目の音がミなわけじゃないですか。これまあ、若干難しい話かもしれないですけど、C7 をちょっとトニックと見立てて、そこをゴールにしてるフレーズなんですよね。まあ、そういうことでね、こういうファンクって一見251とかのああいうまあ行動進行っていうのがまあそんなないからフレーズのゴールってなくてもいいよねみたいな気持ちにはなったりするんですけども、こういうことができるっていうのがやっぱなんていうんですかね、こう一歩こうなんかあいつやるなみたいな感じになると思うんですけど、ちょっと違いますかね。でも私はそう信じてるんですけれども、まあね、ちょっとそういうところをね意識してやっていただくといいんじゃないですかね。あとはハーフタンギングをね使ってますよね。こうは吹いてないはずですよ。ね。で、こういうニュアンスまで真似してほしいね。このフレーズ紹介特集って私よく言ってるんですけど、ニュアンスも含めてコピーしないとね、やっぱね、これはね、ちょっと意味がないんですよね。はい、じゃあちょっとね、なんかちょっと吹いてみましょうかね。地図チャンネル。こういう感じでね、実際ちょっとフレーズ練習して、なんかアドリブ練習とかでね、こう実際使ってみるっていうね、そういうのもやってみるとまあいいんじゃないですかね。まあね、G のブルースとかにまあ使ってもいいかもしれないですけど、やっぱ4ビートのね、チーチキ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 みたいなね、ああいうジャズにはあんまりこのグルーヴのフレーズはあんま合わないのかなーって、ちょっと一回やってみたんですけど、なんかちょっとなんか違うなみたいな。だからなんか、フレーズの、なんていうのかな、何の音をチョイスするかみたいな、なんかそこだけにフォーカスするんじゃなくて、曲自体に合うかどうかとか、なんかそういうところもね、考えてみてほしいですね。はい。まあなんか、そんな感じでございます。はい。はい、いかがでしたでしょうか。ということでね、まあぜひね、これをね、トライしてみてほしいですね。ファンクってね、いろいろなグルーヴが私あると思うんですけど、私の中のファンクってもう、これなんですよね。もう、メイシオ・パーカー。まあ、メイシオ・パーカーというか、まあ、これはファンクのサックスの人ですけど、ちょっとね、口でちょっと説明できないんですけど、なんか、グルーヴが今ね、ちょっとね、人によってっていうか、ちょっと違ったりするんですけど、
まあ、ファンクのもうちょっと原点って、まあ、ジェームズ・ブラウンだと私は思ってるんですけど、もうね、そこから派生した、P ファンクってね、ジャンルっていうか、まあ、バンドみたいなのあるんですけど、その P ファンクっていうのはパーラメントとファンカデリックって、こういう、ファンクでも、もう、超もうドロッドロのファンクっていうのがパーラメントで、ちょっとロックのテイストが入っているのがファンカデリックなんですけども、私はもう、やっぱりもうパーラメントのファンクが、もう、もう私の中の思ってるファンクなんですよね。で、多分、もっと、こんな言い方あれだけど、日本で好かれているようなファンクって、こんなパーラメントみたいな、ドロッドロのやつではないんですよね。もうちょっと爽やかな調子のもの。なんか、だからキャンディーダルファーとかね、結構、ファンク、あれフュージョンなのかな、ああいうさらっとしたファンクみたいなのが多分みんな好きやと思うんですけど、まあね、メイシオ・パーカーとキャンディー・ダルファーが共演してるやつもあるんですけど、まあやっぱりね、まあ私の好みですけど、どう聞いてもやっぱメイシオ・パーカーがね、やっぱちょっと、もうやっぱそうなんですよ。ファンクなんですよ。私の中では、あれがファンクにしか聞こえないんですよ。まあまあ、それでね、そのパーラメントがね、まあ私のファンクだと言ってますけれども、まあそこでプレイをしているのがやっぱメイシオ・パーカーで、まあ、ジェームズ・ブラウンの時から、まあ、メイシオ・パーカーはずっとやってるんですけども、今日紹介したのはメイシオ・パーカーのソロのアルバムですけど、私はパーラメントで吹いているメイシオ・パーカーがもう一番好きなんですよ。音で酔えるってこういうことかって思うくらい、やっぱね、そのパーラメントはね、もうどのアルバムもかっこいいんですよね。そういうことでね、パーラメントでやってる、まあ、メイシオ・パーカーのもうドロッドロのフレーズとかもね、やっぱね、ちょっと紹介していきたいなという、まあ、ところでございますね。まあ、パーラメントで、まあ、好きって言ってる、まあ、一つの理由にもなるんですけど、やっぱり、ベーシストのブーツィ・コリンズがもう、死ぬほど好きなんですよね。もう、好きさで言ったら、これ、メイシオ・パーカーより好きかもしれへんって思うくらい、ほんま、まあ、ベーシストなんですけども、パーラメントのとんでもないグルーブを、まあ、作り出してるのはブーツィやと私はもう、強く思っているんですけれども、ちょっとまあ、ちょっと話脱線しましたけど、まあ、ほんまのファンクって言ったらなんかちょっと、あれですけど、ドロッドロのファンクもちょっとみんなちょっと知ってほしいなっていう、いないんですよね。いいよな、パーラメントいいよなってなる人全然いないんですよね。そういうところもね、ぜひ聞いていただければなと。はい、ということで、まあ、ね、今日はこれで終わります。この動画が面白い、役に立ったと思っていただいた方は、高評価を、チャンネル登録もよろしくね。バイバーイ。